皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは7月下旬から8月にかけて第一四半期の決算発表が2月3月決算の銘柄で行われましたけれども、そういった銘柄の中で今回の決算発表の内容が好調だったものを探していこうと独自の分析手法を用いてご紹介する企画です。簡単にどのような分析方法を用いているかご説明しますと、いつも通り四季報のデータを使うんですけれども、1年で4回発表される四半期決算ですけれども、それぞれの四半期で上げている売上高や営業利益、前の期の決算データを差し引きすることで単独の四半期ごとのデータを算出します。そして直近の4回分を足し込むことで1年間の業績になる。これを四半期ごとに繰り返していくということですね。つまり次の3月に新たな第一四半期の決算が発表されたら、最も遠い四半期分を除いて再び直近の四半期分を足し込むと、これを繰り返していくわけです。6月になったらまた新しい四半期決算が出てきて、再び直近の4四半期分、実質1年間のデータ、業績を求めていくというような作業。これをどんどんと繰り返していく。データをロールしていくわけですね。今足元で8月、第一四半期の決算が発表された2月3月決算銘柄に関しては、次の9月に発売される四季報で収録されるわけですけれども、四季報データベース上は決算発表が行われる都度データ更新がされますので、そのデータベースを用いて最新の決算交付帳をご紹介したいと思います。この四半期ごとのローリング作業をどれぐらいの期間で用いたかと言いますと、2010年から2024年と、そして各年度の四半期ごとですので、最大で56データ分を各銘柄で計算しております。この作業を売上高営業利益で行っていくと、どのようなイメージがつくかと言いますと、例えばトヨタで今の作業を行った時には、ご覧のようなグラフが出来上がります。青の線が売上高、数字の単位は億円ベースにしていますので、左軸、直近4四半期分を足し上げると45兆円となっています。赤のラインが営業利益で、右軸、直近4四半期分足すと5兆円程度という規模感ですね。売上高と営業利益のローリングですので、左軸と右軸で規模の差はありますが、大体トレンドとしては一致してくるわけです。そして横軸0から50と打ってますけれども、これが先ほど申し上げた最大56期間分のローリングデータが取れるという期間のメモリになっています。ですので一番左側0起点になっているところは2010年の第1四半期から第4四半期を足し上げたもの。これを四半期1期分ずつずらして直近1年間のデータを取っていくことで、最後最大56期取れるところの銘柄ですと、最も直近の4四半期分ですので、2024年3月期、前期の第2四半期から第4四半期と、今回発表された25年3月期の第1四半期が含まれるこの4四半期分で足元1年間のデータを取っているということです。そしてこちらのデータを用いて今回どのような分析をしたかと言いますと、この1四半期ずつずらしているということなので、25年3月期の第1四半期に関して発表される前の状態、つまりグラフでご覧いただきますと、直近の四半期分を加算する1年間データがない状態で、売上高営業利益それぞれのトレンドの直線、回帰直線を引きます。そうするとこの緑の直線の傾きがトレンドを表すわけですけれども、これが最新の四半期データを発表する前の状態ですね。これぐらいの勢いで売上高や営業利益が伸びていますよという意味合いです。これが直近25年度の第一四半期データを加算した状態。今度はこのデータで同じように回帰直線を引きます。するとピンクのラインのように傾きが少し上がってくるわけですね。そうするとご覧いただいているトヨタ自動車の場合は、直近の第一四半期の売上高営業利益が過去のトレンドよりも加速しているとわかるわけですね。そしてこの2つのデータ、営業利益を売上高で割った時の利益率、これを同じようにトレンドを取ることで足元の四半期の業績がトレンドよりも加速している銘柄というのを今回は探していきたいと思います。今回は大型、中型、小型と3つの分類で業績拡大のトレンドが加速している銘柄をご紹介したいと思いますが、まずは大型銘柄ご覧いただきますと、一番右側時価総額が5000億円以上を超えるものの中で、先ほどご紹介した売上高のトレンド、前四半期までの傾きと
今回発表された四半期決算を含めた傾き、そしてその傾きがどれぐらい変化したかというのを表しています。この中で売上高、営業利益のトレンド、それぞれがプラスの数字、傾きとして業績拡大しているという基本線のもと、営業利益のトレンド、変化率のところが高い銘柄の順番に並べてご覧いただいています。またこの営業利益を売上高で割った時の営業利益率のトレンドというのもこちらでご覧いただいています。例えば売上高、営業利益ともに拡大傾向ではあるものの、売上高のトレンドの方が大きく上がっていて、営業利益のトレンドの方が小さい場合というのは、比率に直した時には前四半期よりも今四半期の方が下がってしまいますので、その変化を捉える。いわゆる経営における効率性ですね。売上高に対してどれくらいの営業利益を上げることができているか、そして売上高が拡大していても、ちゃんとその比率を維持できているかというのを確認するのがこちらの列になります。そして今回5000億円以上の銘柄でスクリーニングしてたった6銘柄しか出てきていませんが、この売上高のトレンドと営業利益のトレンド、今四半期の上場全銘柄の平均値、これを上回る銘柄のうち、トレンドの変化率がそれぞれプラスになっているものを抽出している。この条件だけで5000億円以上の時価総額の銘柄は6個に絞られるわけです。そうするとトレンドが拡大傾向な銘柄は国際エレクトリック、ディスコ、三和ホールディングスと並んでいるわけですけれども、業種のところご覧いただきますと、電気、東京エレクトロンやキーエンスといったところ、半導体関連の銘柄が多く占めているわけですね。ここ1、2ヶ月半導体関連の銘柄に関しては、今後の業績に対して懐疑的な見方がされていますけれども、業績の拡大傾向というのはまだ維持されていると。来週に関しては NVIDIA の決算発表もありますので、中国からの半導体需要も注意してみながら、半導体関連銘柄のトレンド変化には気をつけたいところです。ということで今回、こちらの銘柄の中でピックアップしてご覧いただくのは、真ん中の2つの銘柄、三和ホールディングスと ZOZO ですね。時価総額に関しても他の銘柄より比較的小さめになっていますので、株価上昇余地というのは相対的に残されている2銘柄かなと思われます。それでは具体的にこの2銘柄について、先ほどご覧いただいたような4四半期分のローリングデータ、そして営業利益率のトレンドというのをご覧いただきますとこちら。しっかりと売上高、営業利益ともに拡大のトレンドが加速している銘柄がピックアップされているかと思います。一方で下の営業利益率のグラフをご覧いただきますと、左側三和ホールディングスに関しては直近の第一四半期の決算発表を受けて、売上高に対する営業利益率は2010年以降過去最高を記録しています。ただ水準としては 10% 少しといったところですね。逆に右側の ZOZO に関しては、営業利益率が最も高かった期間というのは、ちょうど真ん中2017年あたりですね。足元のところの営業利益率に関しては、2010年以降ちょうど真ん中あたりで横ばい安定している状況です。ただそもそも営業利益率の絶対水準自体が過去最高で 35% を超えるような数字、足元でも 30% 程度の非常に効率的な業態を示しています。具体的に左側の三和ホールディングスの売上高6000億円程度に対して営業利益はだいたい600億円。一方右側の ZOZO に関しては売上高3分の1の2000億円程度ですが、営業利益は600億円程度と、足元4四半期分足した時にはほぼ同じような水準になってくるということで、いかに営業利益を効率的に上げているかというのがお分かりいただけるものとなっています。この2銘柄で今回の第一四半期の決算が過去のトレンドよりも業績拡大を加速させるデータとなっていたということで、株価の推移ご覧いただきますと、青の線三和ホールディングスの方が2023年以降ですね、株価の上昇幅が非常に先行しています。黄色の線 ZOZO も上がってはいますが、相対的には負けているという状況。売上高営業利益の拡大とともに、営業利益率も向上している三和ホールディングスのような銘柄の方が先行されている傾向にあります。続きまして同じような条件設定で、今度は時価総額が1000億円以上5000億円以下の銘柄でピックアップしますと、ご覧のような少し多めの銘柄数になってきます。一番上、三菱ロジスネクストの営業利益トレンド101から114ととんでもない数字出ていますけれども、こちらに関しては足元4四半期で唐突に営業利益の金額が異常なほど吹き上げたデータが入っているために、傾きの数値としてはご覧のような異常値が出てきています。その他中型株の部類ですと、野村マイクロサイエンスやローツェ、前回の動画でご紹介した丸和、
また半導体関連の東和なども入っています。ご覧いただいているリストの中で4四半期ローリングのデータ、非常に綺麗な形で出ている銘柄をご紹介しますと、中ほどのジャパンエレベーターサービスホールディングスとマルアですね。そしてその2つ下アルゴグラフィックスという銘柄。この3銘柄が非常に綺麗な四半期ローリングデータの推移をたどっています。また時価総額5000億円近くのマルアと、ちょうど真ん中に2500億円程度のジャパンエレベーター、そしてこの中では比較的小さめな1000億円少しのアルゴグラフィックス、ちょうど規模感でも3つに分かれていますので、具体的にグラフでご紹介したいと思います。そうすると売上高営業利益の数字と、その2つを割った営業利益率のグラフ。ジャパンエレベーターに関しては、いずれのグラフも非常に綺麗に右肩上がりに上がっています。一方、マルアに関しては、四半期ごとのローリングデータとはいえ、それでも各グラフに少し季節性が出てきていますね。年度をまたぐベースでの季節性が確認されます。例えばですけれども、よく言われるのが、半導体サイクルは2年、3年と、そういったような年をまたぐサイクルですね。そして3つ目がアルゴグラフィックス。3つの中では最も時価総額が小さい銘柄ですけれども、こちらに関しても非常に綺麗に右肩上がりのグラフになっています。こちら中型株の部類で3銘柄ご覧いただいていますが、先ほどの大型株の部類と同じように、左のジャパンエレベーター、右のアルゴグラフィックスの営業利益率に関しては、過去最高水準を記録しているんですが、営業利益率のグラフ、メモリをご覧いただきますと、15%、16% 程度となっています。それぞれの銘柄営業利益は水準感として70億円、100億円程度となっていますが、真ん中のマルアに関しては200億円を超すような水準ということで、営業利益率のメモリも3つの中では最も高い 35% を指し示しています。また2期前までのローリングデータが営業利益率、下降トレンドではありましたけれども、底打ちして上がってきているということで、過去15年のデータご覧いただいても、先ほど申し上げたような年をまたぐサイクル、季節性が現れていることを鑑みると、波打ちながらも今足元では上向いてきている状況ということで、非常に魅力的なデータ推移をたどっているのではないかと思われます。ただこちらの3銘柄で株価推移を比較ご覧いただきますと、すでに黄色の線、マルアに関しては、この5年間で非常に株価急拡大していまして、プラス 600% に近いような数字になっています。一方でジャパンエレベーターアルゴグラフィックスに関しては、5年間の推移ですと足元同じような 90% 前後の上昇率ということで、マルアに関しては4万円を超える株価というところも踏まえますと、値傘株ということで、ジャパンエレベーターやアルゴグラフィックスの方が相対的な買いやすさとしては軍配が上がるかなというところです。とはいえ、この3銘柄中型株の部類で、いずれも直近の第一四半期の決算データが過去のトレンドよりも拡大していると、そして営業利益率も上昇傾向が続いている3銘柄ですので、今後も株価の推移には注目していきたい3銘柄となってきます。そして最後に小型株のジャンル、一番右側の時価総額が1000億円を下回るような銘柄でリストアップしますとこちら。ただご注意いただきたいのは小型株の中ですと、最大56期分のローリングデータと申し上げたところが、そもそも上場したのが最近の銘柄ですと、トレンドとしては正確に取れていないという銘柄も含まれますので、より具体的なグラフの推移を確認していくのが重要になってきます。リストの中で一番営業利益トレンドの拡大が顕著な元気寿司。コロナの環境も明けまして非常に堅調な推移をたどっている足元の四半期でも拡大が続いています。またこの中で当チャンネル 2,3 ヶ月前にご紹介した NVIDIA の関連株という動画の中で大手の半導体関連銘柄ではなくサプライチェーンのツリーの中に日本の銘柄の小型株がいくつか含まれるという動画でご紹介したサンテックホールディング GL サイエンスが入っています。それぞれ時価総額800億円と300億円ということで小型株の部類ではありますが、業績の拡大傾向が直近の四半期でも加速しているということで、まずはこの2銘柄具体的なトレンド変化ご覧いただきますとこちら。サンテックホールディングの売上高や営業利益は足元の10四半期分で急激な上昇、反り立つ壁のように上っているのがお分かりいただけると思います。そして営業利益率ご覧いただきますとこちら。2010年代前半には営業赤字になるところもありましたが、直近足元では 30% を超える水準と非常に魅力的な銘柄に育ってきています。そしてもう一つの銘柄 GL サイエンスに関しては直近の急上昇というよりは2010年代中頃からだんだんと上がってきている
逆に足元のところは少し踊り場になっているというような状況ですね。ただ今四半期に関しては過去のトレンドよりも業績拡大が加速しているというようなデータになっています。一番右側のところが少し跳ねているというデータです。そして営業利益率をご覧いただきますと、こちらも綺麗に右肩上がりに向上していっているわけですが、左側のサンテクホールディングと比べますと、率としてはその半分程度の 16% と、どちらの銘柄も営業利益60億円程度を上げていますが、売上高としてはサンテクホールディングの方が200億円程度に対して GL サイエンスは400億円弱の規模感です。例えばですけれども、この2銘柄見たときにどちらをこの後考えていくか、個人的に考えていくシナリオとしては、仮に左側サンテックホールディングの売上高拡大の傾向がこの後も続くような相場展開、NVIDIA からの受注であったり、業績の拡大というのが見込まれるのであれば、営業利益率の高いサンテックホールディングの方が利益拡大の余地が残されている、そういった判断になりますし、逆に業界全体として売上高の拡大傾向が少し頭打ちになってきそうだなと考える場合に関しては、過度な営業利益率の上昇が見られていない右側の GL サイエンスの 16% の方がサンテクホールディングの 30% よりは悪化していく余地は残されていないということで、右側の GL サイエンスの方が相対的には持ちやすくなる。そういった考え方を半導体関連の銘柄、懐疑的な相場付きではしていきたい局面ですね。それでは先ほどと同じ小型株のリストの中で今の2銘柄以外注目していきたい銘柄3つほどご紹介しますと、グリムスとシグマクシスホールディングス、そしてテクノクオーツという銘柄ですね。いずれも営業利益のトレンド拡大というのは非常にリストアップされている魅力的な水準ではありますが、それとともに売上高の方のトレンドに関しても比較的高いような銘柄をピックアップしています。その中でもこの3つ選ぶ際には、右側の営業利益率トレンドというのが顕著に下がっていない銘柄、高水準な銘柄というのを拾ってきているわけですね。それではこちら3銘柄の業績変化、そして営業利益率の推移ご覧いただきますと、グリムスに関しては10期ほど前ですね、営業利益率の顕著な低下が見られます。とはいえ、売上高に関しては非常に拡大傾向続いていますので、営業利益の減額というのは一過性のもの。ちょうど2年くらい営業利益が凹んでいますので、この期間の減額要因というのが今は足元で解消されているという状況です。そして2つ目の銘柄はシグマクシスホールディングスですね。こちらは30期分程度のデータになっていますので、上場以降の2014年四半期分のデータぐらいから収録されている銘柄になります。グラフの中ほどですね、一旦凹んでいますけれども、だいたい4四半期、ちょうど1年分のローリングをこなして、再び拡大が加速している状況です。営業利益率の推移ご覧いただいても、右肩上がりで順調に上がっている。業績が一旦落ち込んだ局面でも、そこまで営業利益率は下がらずに維持できていたと、非常に堅牢な経営体質になっているかと思います。そして最後、テクノクォーツですね。こちらの銘柄は小型株需給のところでたびたび登場しますけれども、今回は業績に着目したデータですので、もしポジションで入ってみたいなという場合には、その需給の方も気にしながら入る。そして業績の理由で入った場合には長期投資の目線です。テクノクォーツに関しては、急拡大がここ 1,2 年一旦落ち着いて下がってきてはいたんですが、足元の四半期でだいぶ盛り返しています。営業利益率ご覧いただきますと、こちら、ここ数年 20% 前後で推移していましたが、足元のところで再び上昇が見られています。そしていずれの銘柄も営業利益の金額ベースでは40億円から50億円程度と同水準になっていますので、小型株の中ではご覧のような業績拡大のトレンドを記録している銘柄、非常に魅力的になってくるんではないでしょうか。それでは小型株のリストでご紹介した5銘柄の株価推移5年間でご覧いただきますと、こちら、オレンジのテクノクオーツが2022年までダントツで上がっていましたが、そこから2年間少し下落基調が続いているというのも先ほどグラフでご覧いただいたように、少し業績拡大が停滞していた2年間ですね。それが足元再び加速してきているということで、2024年以降少し上がってきているという状況です。また青のサンテックホールディングに関しては、2024年まで5銘柄の中でも一番下パフォーマンス推移、最も劣後していましたが、今年に入って急拡大している。業績ローリングの拡大傾向をご覧いただいても、足元のところで反り立つ壁のように上がっているというのが株価においても同様の動きをしているわけです。いずれの5銘柄に関しても少なくとも直近の第一四半期の
決算データを踏まえますと、拡大トレンドが加速しているというような銘柄たちですので、この中でも株価において、その拡大トレンドが未だ表現されていない出遅れ銘柄、水色のシグマクシスホールディングであったり、紫の GL サイエンスというところが比較的今後面白くなってくるかもしれないなと候補としてご紹介いたしました。当チャンネルでは今後も指揮法データ分析しながら銘柄ご紹介したいと思いますので、興味がある方はぜひ高評価チャンネル登録していただいて、またコメントでは分析アイデアであったり、このような方針で一度データをいじってみてほしいといったようなお考えを書いていただければ実現可能な範囲でピックアップしてみたいと思いますので、どしどしご意見お寄せいただければ幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。